どうもちくないです。今回はホテルエストレイルベルリンのルームツアーをしたいなと思います。どうぞ。はい、まず入り口はこんな感じです。冷蔵庫とミニキッチンがこちらにあります。中はこの通り飲み物を充実していますが、全て使うとルームチャージが発生します。ホテル内は高いのでスーパーで買った方がいいかと思います。ミニキッチン何も使ってないです。じゃあお部屋を見ていきましょう。こんな感じです。ベッド2つありますが1人で寝てます。お菓子置いてありますけど、これもルームチャージ発生しますね。旅行の荷物をいろいろ机の上に置いております。ボルビック水3つはスーパーで買いました。 0.69 ユーロぐらいだったかな。結構安いです、やっぱりスーパー。それにも負けないでビールも結構安かったりします。奥にはちょっと変換アダプターで Wi-Fi ルーターやバッテリーを充電させてます。テレビ全く見てないです。下に置いてるスリッパは私が持参したものです。ホテルには特にスリッパの用意はないので何か持ってきた方がいいかなと思います。椅子、机、こういったデスクワークできるような机があるのがいいですね。インターネットでの探し物だったり動画の編集を暇がある時はやってたりしてます。外の景色は今早朝なんですけどこんな感じですね。ちょっと右側にマックが見えるかな。マックとスーパーがあるんですよ。もともとホテルエストレールそのものがベルリンのちょっとした郊外に近い方なのでそんな何かあるわけではないですね。今6時ですね。日の出は5時で日の入りが8時半とか5時近いです。ヨーロッパの北の方が普通なのかな。結構日の出てる時間が長いのが特徴です。この辺はクローゼットですね。ランドリー依頼する袋だったり聖書です。上着をかけてます。入り口大きな鏡があります。続いてバスタブトイレ周りです。よいしょ。歯ブラシはありませんでした。皆さんご持参ください。あとよくひげ剃り的なカミソリもないです。買う必要あります。シャワーこんな感じですね。手前にトイレ。別に汚くもなく普通じゃないでしょうか。ちょっと変わったのだと歯磨きするときに便利な大きな鏡があるんです。めっちゃ拡大してくれて、これドイツで一般的なんですかね。あとドライヤーと石鹸という感じです。はい、ということで参考になりましたでしょうか。あと伝えとくなら Wi-Fi 通ってます。部屋の中でそんなに高速ではないので大容量の動画ファイルとかを上げるときは結構時間かかるんですけど使えてます。空調の温度調整がどこですればいいのかよくわかんないんですよね。ちょっと今この時間は暑かったり日によっては寒かったりとかしてます。ちょっと謎です。以上でホテルエストレイルベルリンのルーム紹介を終了します。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。もし疑問点がありましたらコメント欄に書き込んでいただけたらお答えできるかなと思います。では。